美味しいものがありゃどこまでもメッ飯旅。 Season 6今回のメッシュと B は札幌福住月寒東界隈発見。それでは早速 Let's get it started 1 Joe 羊ヶ丘展望台入り口の満々前にございます。視聴者さんからタレコミのお店。気になっておりました立つんだジョーありがとう系ラーメンのお店。すごい行列になってたね。はい、びっくりしました。そしてのれんの森住製麺の文字にテンションが3メモリアップ。アップアップ。やたらと愛想のいいお母さんが仕切ってらっしゃいます。豚骨自慢のお店っぽかったのでまずは塩をいただいてみましょう。スープがねチキンオアポークでチョイスナブルの珍しいお店。飛行機の機内食みたいに言わないで。これ全部無料オプション。カスタム加減が半端ねえっす。すっごい。が初回につき純粋にジョーさんの豚骨具合を確かめたくてチユのみを選択。あんまりいろいろ入れちゃうとさほらスープ自体の味が分かんなくなっちゃうからね。最初は豚骨にソースをかけないの法則ね。だ麺がすっごいアルデンテでびっくりしました。片茹でで出してくれる店最近増えましたね。嬉しいです。だけどうまかった。これはいろいろ試してみたいラーメンです。これがついこの間までは500円だったってのには驚きですね。わお、チキンオアポーク。チキンも行ってみたいわね。次回は2人でチキン&ポーク。 Chicken and Pork 2 Chet Bakery or Moya。住宅街にひっそり佇むパン屋さん。店舗前には大きな桜の木が。この時はまだ咲いてなかったけど満開になったら綺麗だろうな。ねえジャズが流れる店内はジャズ一色。パンの名前もジャズにちなんだネーミングね。ダジャレも絡んでて楽しいネーミングだね。オーナーがジャズ好きのダジャレ好きなのかしら。誰かさんと気が合いそうね。はい。パンの間にディスプレイされているジャズマンの絵がかわいいの。これはオープン当初近所のおじいちゃんが描いてくれてプレゼントしてくれたものなんだって。しかも絵描きさんとかじゃなく趣味で描いてんだって。めちゃめちゃうますぎじゃない？ねえ仕事をお願いしたくなるレベル。メニューの挿絵とか描いていただきたい素晴らしい作品の数々でしたね。ってことでパン屋さんの指標にしているクロワッサンはなかったけれど面白いネーミングのパンたちが並んでいます。こちらは全てのパンが 83% の加水率だそうで、たくさんの水分で作られたパンは焼き上がりは外側が薄くパリッとして中はすんごいしっとりもちもち食感。日持ちがよく風味豊かな熟成された味わいを楽しめるのも高加水パンの魅力なんだって。圧倒的なもちもち食感が非凡なパンたちでしたね。グリーンのお気に入りは枝豆塩昆布。昆布の塩気がアクセントで美味しいです。おいちゃんのお気に入りはハービーパンコーク。ネーミングに一目惚れっす。ジョンソルトレーントリュフってのも分かる人には分かる楽しさ。私にはさっぱりわかんない。美味しい楽しい素敵なパン屋さんでしたね。パン屋だけどジャズ屋みたいな。ニンニク卵黄的な。それはヤズ屋。3 Rocken Mora Siphon。新小鳥に本店を構える六軒村シフォンさん。ママやマダムのランチ会で賑やかですね。新小鳥が本店なんだ。そうなの。こちらは石で焼き上げるシフォンケーキがいただけちゃうってことでお邪魔しちゃいました。そうそうどんなんかな思いましてね。完全予約制の石で焼き上げるシフォンケーキ。前日の17時までにネットで申し込みが必要なのでお間違いなく。誰かさんもすぐ忘れちゃうからよかったね予約できて。予約時間にお店に着いたらまずはカウンターにて注文。季節のフルーツセット、生クリームジェラートセット、ドリンクセットと選べる3タイプ。今回はシンプルにドリンクセットで注文。季節のフルーツうまそうだけど高いんでしょうね。2480円。けーチンじゃっじゃーん、シフォンケーキ。ビジュアルかわいい系。漫画みたいにふっくらふわふわ。なんか絵本に出てきそうなやつだね。
ねバターをのせて、バターが溶けるまでの間にプレーンの味を楽しんで、次に溶けてきたバターしみしみ部分&メープルをかけちゃったりしちゃったりしていただきます。シフォンケーキの縁はしっかり焼けて香ばしく、これまた美味しいね。石焼きだから最後まで熱々で食べれるシフォンケーキ、ごちそうさまでした。っていうかパンケーキ的なシフォンケーキいいな。 4. Gelateria Gelabo. 福住の住宅街にありますジェラート屋さん。前回のこの界隈でもご紹介したお店ですが、今回は清見タンゴールってフレーバーが食べたくってね、お邪魔しました。まだ肌寒いけど来ちゃいました。やっぱり柑橘系のジェラートは美味しいね。ねえ、タンゴールの果実もふんだんに入ってて食感も楽しめちゃう。くるみは目つぶって食べるとはてなってなる感じね。これは何味かなっつって。ねえ、きな粉？ナッツ？いやまだ春っしょ。違う、こちらもくるみが入ってるから香ばしくて美味しいよね。いよいよ暖かくなってまいりました。ジェラートのシーズンですよ。暑い夏に柑橘系アイスは最高。さあ行こう。レッツゴー。Won't you be a hero? 5. Cafe Jimbei. ジンベエといえば唐揚げ弁当イメージですが、はい、視聴者さんからもおすすめいただいておりましたんでね、こちらのカフェジンベエさんに初見参でございます。店内はおしゃれカフェって感じ。11時ちょい前に到着もすでに営業中。モーニングが平日は9時から11時、土日は7時から11時まで。通常メニューは11時にならないと頼めない模様。そんな早くからやってるんだ。はい、だはんで通常メニュー待ちで10分間待機。カウンター席にはコンセント、USB ポート完備のコンビニエンスカフェね。あら便利。注文は QR コードから。メニューはインターナショナルクイジーヌから鍋焼きうどん、マグロの釜焼きまで。ゲタを鳴らしてやつが来る。それは釜やつ。今回はこちらシンガポールラクサを注文。ラクサの感だ。はい、シンガポールラクサとはココナッツミルクの甘みとスパイシーなエビだしが融合した濃厚でクリーミーな麺料理。まさにグリーンが大好きなものだらけのディッシュなのディッシュ。ラクサがあってくれるのは助かるね。どうして？あれこれ考えなくていいからさ。ラクサラクサを焼きそばにするとはね。濃厚でエキゾチックな味わいは一度食べるとやみつきになることを受け合い。そうなの。エビの出汁よりココナッツ風味が強めだけども甘ったるくはないのよ。個人的には辛さがもうちょいあった方が好きだけど、残りのソースをパンにつけて食べたくなっちゃった。パスタ的にね。そうそう、本場シンガポールのラクサも食べたいな。ねえ、あれどっかで食べなかったっけラクサ。カップヌードル。そっか。今度モーニング食べに来ようっと。ホットサンドいいね。ね。 6. Today's Katsu Curry. Restaurant Kanalu. 1995年創業、水源寺通り沿いの歴史を感じるカジュアルフレンチレストラン。結構な広さですよ。かなり広いですね。いいから。ちらほらディナーを楽しむご近所さんかながいらっしゃる。ビーフシチューっぽいカレーだったらいいなぁと思いつつ、フレンチレストランだからきっとそうなんじゃないね。はい、来た。サラダがついてて嬉しいね。さすがはフレンチレストラン。基本カツカレーにはサラダがついてると嬉しい。そしてご飯はその分そんなにたくさんいらねえぜと思うのは多分おいちゃんだけ。そうね。そもそもカツカレー好きのわんぱくさんたちは野菜なんか食べない系のイメージでしょ。ローストスパイスが香るナイスなカレーでした。これはちゃんとした料理だ。当たり前でしょ。スパイスが香り、辛さもピリッと、とろみの強い洋風カレーで濃厚な味わいにラード混じりの揚げ油がコクをプラス。来ましたラード揚げ。はい、maybe 多分ね。Maybe 多分ね。ほのかにラードの香ばしさを感じました。肉も見た目にいい肉使ってはりますねって感じの感じ。さすがはシェフの目利きといったところ。サラダをつけてくれるのはシェフとして当たり前の感覚なのでしょうね。ありがとうです。これはいけてるカレー。想像を超えた美味しさでした。この1190円は全然 OK。札幌屈指のカツカレー for me でございます。あら、よかったね。新発見ナイスカツカレー。はい、嬉しいです。7. Wunagi no Narusa.
脱税理士の菅原くんも食べたことあるって言ってたで、確かめたくってね。うなぎの成瀬さん、日本全国やたらと方々でこの看板目にするようになりましたんでね。はい、どうなのってことで、飯旅うなぎ担当の私グリーンちゃんが検証にやってまいりました。よろしくお願いします。はい、ってことでうなぎさんは特上、上、並の3段階にランク分け、さらにそれぞれ小畜梅となっておりました。初めてなんでジャブ的に並の梅を注文。特上並っていうのはうなぎの質で、小畜梅ってのは多分うなぎの量だね。ってこと。なんか複雑だね。要するに9種類の中から下の下を選んだってことね。ってこと。でもね、なかなか立派なうなぎですよ。厚みもあって柔らかい。想像よりふっくらしてますね。タレもしつこくないさらっとあっさりタイプ。薬味にわさびはわかるけど、ネギってどう使うか謎は深まるが、1600円でこれは嬉しいレベル。どうしてもうなりたい、今夜が勝負って時にはいいかもね。なるほど。で、吉野家さんのうなぎとはどうかな。うなってる。吉牛のうな重に1251円出すなら、この1600円に軍配かな。なるほど、さすが専門店ってとこっすね。2022年9月の横浜1号店オープンから海外養殖による日本うなぎだけを使用し、松竹梅という小畜梅というシンプルな価格形態が好調で、わずか3年で全国約380店舗にまで拡大。絶好調だったのですが、カクカクしかじかあんなことやこんなこともあり、2024年のメニュー改定からアメリカうなぎや国産うなぎも使用するようになって、メニューが複雑になっちゃって。前はシンプルだったね。そうなんです。強みであった分かりやすい安さが失われて、やや失速気味なようなんです。絶頂期では全国約380店舗でしたが、現在は約270店舗にまで減少。あらら、そりゃ大変だねえ、うなぎってね、年1ぐらいは無性に食べたくなりますからね。いざ勝負って時にはぜひいただきたいですね。成瀬さん。8. Tora. 大人気ラーメントラさん。この会話のラーメン言ったらまずここに来たがるうちのおじさん。はい、清田界隈だとここ来たがありますね。我が家からはベリーファーなのでたまにしか来れないんですが、どれを食べても美味しい、絶大な信頼を寄せるラーメン屋さんです。ここはね、速さがお気に入りポイントの重要要素の一つ。何食ってもうまいし早い。レビュー読んでも皆さんそれはおっしゃってるわね。何食ってもうまいし早いってでしょ。エビしじみ豚骨醤油で虜にされ、基本が大好物の濃厚豚骨なのでね。今回は小悪魔醤油食べてみてってタレコミいただきましたんでね。はい、小悪魔っぽい子は大好きなので楽しみです。小悪魔っぽいってどんな子？誰だろう。吉高由里子的な？好き。小池百合子的な？違う。これ結構辛くて小悪魔湯より魔女的。辛いラーメンもいいですね。韓国っぽい赤辛い感じだけれども、それがなんかチリトマトっぽく感じられてね。あら、チリトマトヌードル大好きじゃん。はい、大変美味しくいただきましたよ。タレコミいただいた視聴者さんありがとうございました。また一つトラさんが好きになりました。私、生まれも育ちも勝彦柴又です。そのトラさんじゃないね。ほな、違うか。Jikai no mesha tabiwa. Gachi de mata tabathai. Hokkaido kaitenzu she has sen des. O tano shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなくと。デコポン好きのおいちゃんがどうしても食べたいって言うんでね、まだ肌ばぶどいみけど来ちゃいましたさすがですね。Won't you be a hey 必ずタナリやへーっていうおすすめいただいさすがはシェフの耳さすがはシェフの目利きといったところ。
吉牛のうな重に1251円出すなら、この1600円に軍配かな。なるほど。すいません。間違えてた。うん。軍配？軍配がグッバイに聞こえたんで、なんかグッバイの歌を歌おうとしたんですけど、思いつきませんでした。残念。私、生まれも育ちも葛飾柴又です。川田シャーミンさんですか？そうなんです。